ディオレディオというかイブニングレディオ。皆さんこんにちは、トキマルです。いかがお過ごしでしょうか。今日は7月じゃないよ、9月ね、9月23日月曜日、時刻は夕方の4時20分になります。僕はね今長崎県にいまして、長崎県の天気は晴れで、気温はね今日25度くらいで、なかなか涼しいです。で今日はちょっと YouTube の公開収録も一緒にしていまして、でポッドキャストも同時に収録しています。でおそらくYouTube の方はが後になるかな。ポッドキャストは多分本日の放送になると思うんですけど、 YouTube は時間差で、これご覧になっている皆様は過去の放送見ていただく感じになります。でね、今日風速が13メートルあって、秒速ね、秒速というかあれか、風速が13メートルセカンドか、だから毎秒13メートルって感じなんですけど、ものすごく風が強いです。で今ね実はこの収録2回目なんですよ。でちょっとインサートできたらインサートしたいんですけど、もうさっき海の方で収録してたらもうカメラ倒れそうになって、で録音の状態もねやっぱ聞いてみたら全然撮れてなくて、風が強すぎて、でそれでこれ2回目収録し直してます実は。はい、ということで、夕方になってしまいましたが、今日の1曲参りましょう。マーティン・ミラー&マテウス・アサトでビバラ・ビーダ。はい、聞いていただきました。ボーカルマーティン・ミラーで、ギターがマテウス・アサトさんで、マテウスさんはね、ブルーノ・マーズとかのバックバンド、やってたりとか、かなり著名なギタリストで、世界的にもでコンポーザーでもあるし、いろんな著名なバンドのギターをね密かにやってたりします。でこの曲は原曲はコールドプレイなんですけど、コールドプレイの楽曲をカバーしていて、でギターがですねマテウスさん入ってて、それを聴くために、ギターソロを聴くために僕はこの曲を聴いてるような感じですね。で結構自然の中では合うんじゃないかなと気はします。であまりにもねさっきねエクストリームな状況の中にいたので、今ねようやくね風が落ち着いて喋ることができています。で今日は午前中ね16キロかな、11マイルぐらい朝からハイキング、歩いてきました。ハイキングというよりか散歩、長距離の散歩って感じだったんですけど、昨日まで、福岡にいて、でそこから長崎に移動してきて、で長崎の今島の方にいます。平戸っていう島から少し行ったところ、で旅に出てだから3日目になるかな。この間は山の中にいたんですけど、山から海へって感じで、海に来てますね。C2 サミットっていうねアウトドアブランドがありますけどね、それと逆でサミットトゥシーって感じかな、そんな感じになってます。で午前中ねもう本当に歩いてきたんですけどね、5時間ぐらいかけて16キロ歩いてきたんですけど、結構楽に歩けましたね今回は。荷物が少なかったっていうのもあるし、でそもそもそんなにハードな山じゃなかったっていうのもあるので、割と気持ちよく歩けました。ただね風が強すぎる、風っていうのは本当に厄介だなと思いましたね。で13メートルっていうと軽い台風ぐらいの風あると思いますね。多分もう皆さんも多分いろいろ体感したことあると思うんですけど、もうとにかくやっぱり歩行中にいろんな行動を妨げることになるので、食事をしたり水を飲んだりとか、あと服を着替えたりとかね、なんかジャケットを羽織ったりするのもものすごく大変になるし、
で特に撮影なんかしてるとそのカメラをね操作したりとか、あとバッテリー交換したりとか、なんかそういう一つ一つの作業がものすごく大変になる。だからなんか雨よりももしかしたらその風が強いっていう方が厄介なのかなって思いましたね。うん、すごく大変です。なんかもうやっぱりこう体もその開けてるとことかだとものすごく煽られるんで、それで結構ね進行方向にこう向かっていくのにこう体力を使うっていうか、うん、結構それでこう奪われるとこありますね、パワーを。で今日歩いてて思ったのは、バックパックっていいなっていうふうに改めて思いました。それは、いつもね、結構手ぶらで移動することが多いんですけど、その手ぶらの良さっていうのも重々分かっているんで、分かっているつもりなんですけど、手ぶらっていうことになると、どうしてもポケットに物を入れることになるじゃないですか。そのバッグとか、なんか荷物を持たないってことは、自分のポケットに全てのものを入れて移動することになると。だからまあ多分人によってこれはいろいろ違うと思うんですけど、リップクリームだったり、ね、目薬だったり鍵だったり財布だったりカメラだったり、あるいはカメラのバッテリーも入れてるかもしれないし、そういうのでものすごくね、なんかこうボトムスっていうかもうパンツがこうパンパンになるんですよね。でやっぱこうポケットに物が入ってたりすると結構落とすリスクもあるし、何か座った時にこうそれがね、座った接地面とこう干渉してなんか座りづらいなって思ったりとかね、こうなんか嫌な感じになったりとか、こうやっぱ後ろのポケットとかに入れてるとさ、こう座った時にさなんかこう当たったりするじゃないですか、そういうのが嫌だったりで、僕ねこう鍵をねポケットに入れてて、それを昔落としたことがあるんですよ。まあそれは山とかじゃなくて普通に、街でなんかお店に行ってて普通に座ってて、でしかも結構ほらアウトドア系のパンツってさ、やっぱナイロンとかポリエステルでできてるから滑るんですよね。スルスル滑りがいいんですよ。だからこう鍵とか置いてて結構なんかこうダラーンって座ってたりするとね、こう足組んでたりとかね、いつの間にかそれがポケットから滑り落ちてるっていう。でポケットに何も入れないってことはそういうものを落とすリスクっていうのがゼロになるし、そのポケットの中のことを気にしなくてよくなるんで、なんていうかな、もう一つこう違う次元のね開放感が来るんですよ。そうだからそういう意味でバックパックっていうのがやっぱりこう改めて、バックパックを持ってればその中に全てのものを詰め込んで、スマートフォンとかもね全部詰め込んで歩くことができるので、結構ね開放感がやっぱあるなと思ったんですよね。もちろんその背中とか肩にかかってくる重荷はあるんだけども、ただそれだけでポケットに何も入っていない状態っていうのが結構自由だなってことに今日ね16キロ歩いて改めて気づきましたね。そういうことを考えました。だから手ぶらの次の段階ってなると多分何かバッグってことになると思うし、でそのバックパックの中に何か物を入れる。でそれがものすごく軽い、本当に少量の荷物だけで済む時もあるし、1泊2日の荷物になったりとか、あるいはそれが7泊8日とかね、1週間ぐらいの旅でもバックパック一つで、僕の場合はそうなんですけど、行けちゃうくらいになると。だからつまり何かこう肩に、背中に背負うってことがもう分かっているのであれば、その中にもうポケットの中のものを全て入れてしまった方が自由になれるってことなんですよ。で全て入れてしまって、あとはそのバックパックのことだけ気にしていればいいので、休憩の時とかその自分の滞在する場所、ね、宿とかホテルとかで、ようやくその荷物を下ろしてっていうね感じで、そういう時に下ろしてね休憩できるので、だからなんかポケットにちょっとね詰め込みすぎてなんか手ぶらで行くとか、あとほら最近なんかジャケットとかね、ジャケットとかのポケットがそれ用にこう拡張されているものとかもあるじゃないですか。なんか手ぶらで行くために、ミニマリスト用かどうかわかんないですけど、なんかそういうものもありますけど、それってでも結局そのポケットが膨れちゃったりとかね、やっぱり体一つっていう素晴らしさっていうのかな、
そういうことに歩けば歩くほど気づいてくるっていうところがありますね。はい、今日はそういうことを考えました。で、今日一応月曜日ですので、月曜日ですよね。ただあれか、祝日か。祝日ですので多分お休みの方も多いと思います。けれど一応週の始まりっていうことで、今週も、良い1週間を過ごしていきましょう。お過ごしください。僕はねもうしばらくこの町に滞在して、それからまた東京の方に戻ろうかと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。YouTube でご覧の皆様もありがとうございます。ではまた。